あれ、また雪だ。嘘だろ。キューピーさん、一体春はいつ来るんだい？キューピーは答えない。キューピーさんに無視されてしまった僕はふてくされ、甘いものを欲した。冷蔵庫を少し物色したが何もない。こりゃ作るしかない。鍋にミルクを温めるんだ。卵、こいつも割とスイーツには欠かせない存在だな。とりあえず白身と黄身に分ける。黄身を混ぜる。あなたのことではありませんよ。黄身に砂糖。あなたのことじゃありませんよ。ガシャガシャと混ぜる。いい感じに滑らかになるまでね。いい感じになったと思われる。小麦粉を少々。そしてまた混ぜる。これくらいでよしとしようか。そして温めていたミルクを投入。何回かに分けて。カスタードクリームってやつを作っている。生クリームの100倍くらいめんどくさい。でも今日はこいつが必要なんだ。めんどくさくてもやらなきゃいけない時がある。それは今。混ぜた子たちを小鍋に移し替える。弱火にかけてよくかき混ぜる。カスタードを混ぜるおっさん、実に滑稽。始めたらもう決して止まることはできないカスタード。カスタードがカスタードになり始めている。よーく混ぜなきゃ。バニラエッセンスもちょろりと入れちゃう。さらに混ぜる。そしてこいつはカスタードになった。完成したカスタードを容器に移し替える。あとは冷やすだけだ。カスタードめ、手間がかかりやがるぜ。美味しくなってくれよ。このタイミングでオーブンのスイッチをオンしておく。そしてまたミルク。そう、始まりはいつもミルク。水もちょっと。バター、砂糖、塩。ほいでまた卵。シュークリームが食べたいんです。今も売ってるかわかんないけど、ファミリーマートの10個入りのミニシュー。あれが食べたい。もしもね、ファミリーマートがあったら、この甘いものを欲するという欲、すべてで解決するから。でもないから、仕方なし。蒸気のせいで粉がうまく振るえない。間違えた。粉は振るってから使うんだよ。ファミリーマートさえあったらこんなミスを犯すこともなかったろうに。大丈夫なのかこれは。少し怪しいぞ。雲行きが、いや粉雪が。卵を少量ずつ混ぜ合わせていく。少量ずつ合わせないとなんか都合が悪いらしいんだよ。そういうことってあるよね。なんか都合悪い。タイミングのことかな。そうかもしれないね。都合とタイミングは同義語だったんだ。いや、明らかに同義語ではない。似たような使い方があるというだけだ。やめたこの話。なんかもったりしてきてシュークリーム感出てきたかもしれないね。さっきのカスタードと激似だ。でもこいつは生地です。シュークリームのシューです。シュークリームのシューを袋に入れる。
こういう小道具を使うことによってより本格的にスイーツを作ってる感が味わえる便利な小道具。それがこの袋。名前は知らない。生地を焼く準備。この袋を駆使してシュークリームのシューの部分を作る。このシュークリームのシューってのは英語かと思いきやフランス語でキャベツっていう意味らしいよ。なんか焼き上がった形がキャベツっぽいからだって。聞けばなるほどだけど、キャベツっぽいって思ったことは一度もないな。ちなみに英語圏ではこの手のスイーツはクリームパフって言われてる。なんかパフって感じするもんね。キャベツより説得力あるよな、パフの方が。整いました。我がシュークリームの子供たち。さあ行ってらっしゃい灼熱地獄へ。そしてキャベツになって戻っておいで。タイマーをセット。あとは待つだけ。さてどうかしら。お、ちょっといい感じにキャベツってる。もうちょいだね。さてさてどうでしょう。おや、しぼんでいる。ちょっと焼きすぎてしまったのか。見るからに失敗。なんかだけどもうこれでやるしかない。とりあえず冷ます。なんか惜しい。ちょっと残念なことになってるよ。こいつらはキャベツになることができなかった。シュークリームのシューっぽいっちゃぽいけどちょっと残念なシューたち完成。気を取り直してシューを冷ましている間に別のことをやる。一番最初に分けた卵の白身、こいつでもスイーツを一つ作る。メレンゲちゃんだ。メレンゲちゃんはいい。白身と砂糖のみでできるからな。この世で最も簡単にできるスイーツの一つなんじゃないか。とりあえず角が立つまで混ぜる。美しい角が立った。そいつをまた袋に入れる。この袋今日大活躍。名前知らないけど活躍してくれてるんだから後で名前くらい調べよう。そしてシュークリームのシューの時のように絞り出していく。サイズは少し小さめで実に可愛いメレンゲちゃんたち。まるで天使や妖精のようだよ。すごい数。そしてもう一回線分ある。温度を下げたオーブンにぶち込む。そしていよいよシュークリームちゃんの仕上げ。シューの部分がだいぶ冷めたので冷やしていたカスタードを詰めていく。見れば見るほどぺったんこ。これはもうぺったんシューだ。カスタードクリームを詰めることによってぺったんこさをなくす。いやごまかすという方が正しいか。ぺったんシューの生地を半分にカット。そしてカスタードクリームを詰めていく。一つだけファミリーマートのミニシューを再現した。実際次々とできていく僕のぺったんシュー。少し残念だけどまあ仕方ない。今回はこれで我慢。だいぶカスタードでこんもりとごまかしたぺったんシュー完成。こうやって見ると割と美味しそう。
今すぐ食べたいけど、もうすぐキッズ帰ってくるから、それまで我慢して一緒に食うか。そしてメレンゲも失敗した。今日は全部失敗。まあそんな日もある。気を取り直して次につなげようじゃないか。お腹が空いたな、なんか食べよう。動き出すのはそれからにしよう。気分に合った食材とお気に入りの食